気合い入れて作りました。いやいや。皆さんこんにちは、東雲由美です。ね、オープニング見た？今回ですね、東雲超大作を作りました。じゃーん、7月の31日に発売されたホビージャパンエクストラ、モデラーとして作例が4ページも載ってます。ホビージャパンって東雲の超愛読書だよ。一部だけ皆さんにお見せします。ちょっとだけね。じゃん。さあ、東雲は何を作ったのか。ヒントはこの恐竜です。では制作過程を瞬きせずにご覧ください。スタート。はい、東雲夏休みの自由研究と題しまして、今回はこれ作ります。じゃん、プラノサウルスシリーズのモササウルス。天下のホビージャパンさんから完全にモデラーとしての案件でジオラマ制作依頼をいただきまして、はい、東雲ついにホビージャパンモデラーデビューです。ホビージャパン読者に感動してもらいたい。気合い入れるぞ。では早速組んでいく。1枚2枚3枚4枚5枚、説明書。おお、はい、パチ組み終わりました。サクサク組めちゃった。これが骨格ビルド。この骨格にお肉をパチパチつけていくことで恐竜ビルドも出来上がります。ちなみにここだけの話、モササウルスは厳密に言うと恐竜ではないらしいよ。そして日本の和歌山県でも発掘されたらしい。説明書にはこんな感じでモササウルスの豆知識がたくさん書いてあって、組みながら学べるっていう、さすがバンダイさん。とても教育的なプラモです。小学生全員に配りたい。材質は結構柔らかくて爪でゲート処理できちゃいました。ではここから本格的に改造していきます。塗装が終わりました。どう？かなりリアルな感じに塗れたんじゃない？みんなさ、パチ組み状態覚えてる？これをこうして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 こうじゃい。特に口がめっちゃイメージ通りにできた。ちょっぴりグロテスクな感じ。ここからいよいよ
こいつをレジンに埋めて水中ジオラマを作っていきたいと思います。埋めちゃうからしっかり見せとくね。重い。はい、完成しました。今回のこだわりポイントは4つです。置こう。まず1つ目、エポキシパテを使った大幅なポージング変更、獲物を狙っている感じにしました。2つ目はリアリティを追求した塗装、リアルタッチマーカーを使って、特に口の中はちょっとグロテスクだけどリアルみたいな感じ。どう？3つ目、レジンを使った水中表現、チラ見えしてるゴジラコングの時みたいに全部レジンに埋めてしまうか迷ったんだけど、顔だけ出してる感じは躍動感があるし、頑張った塗装もよく見えるから、途中で方向転換してみました。ちょっと斜めから見ると飛び出して見えるんだけど、真正面から見ると埋まってるように見えるの。これすごくない？そして4つ目、スタイルフォームを使った岩の表現、アンバランスのバランスを取るのがすごく難しかった。あとこの木の台座も結構気に入ってます。
今回は別冊ホビージャパンエクストラのジオラマ作例依頼ということで、完全にモデラー東雲海としてのお仕事だったんだけど、このモササウルス作ってみた感想を一言で言うと、夏休みの自由研究にもってこいな題材だと思ったね。例えば骨格ビルドだけを使って博物館に飾られてるようなジオラマを作るのも楽しそうだし、他の海の動物とセットで水中ジオラマを作ってみても絶対楽しい。こういうサメちゃんとかね、ガブガブ持っていけるか心配なんだけど、この重さは9キロぐらいかな。よし、ということで今から渋谷にあるホビージャパンさんの本社に納品してきます。これ上手に運べるか不安。ホビージャパン本社さんに着きました。よし、では納品してきます。したいと思う。はい。あ、なるほど。スタイルフォームではい。作りました。すごいガチな。気合い入れて作りました。いや。お、すみません、私の荷物。この撮影ブースが家にあったらな。